迷いが。会社員の武田さんが体験した話です。武田さんの会社では、毎週末、社長のおごりで飲み会をやるのが恒例となっていました。まだアルハラなんて言葉がない時代の話ですので、武田さんは決して酒に強いわけではなかったのですが、それでも付き合いとして毎週2次会、3次会まで拘束されるのが常でした。もちろん場の雰囲気を悪くしない程度にペースは抑えていましたが、それでも3次会まで拘束されるとなればどうしても酔いは回ってしまいます。結局その日も、武田さんはベロンベロンの千鳥足状態で家路に着く羽目になりました。腕時計を見ると、時刻はすでに深夜2時を過ぎている。武田さんの奥さんは、夫の帰りがどれだけ遅くなろうとも、起きて待っていてくれるタイプでした。酔ってふわふわになった頭でもそのことに申し訳なさを覚えるくらいの良心はあったため、武田さんはおぼつかない足取りながらも、家路を急いだそうです。どれくらい歩いた頃か。ふと武田さんが道の先を見やると、玄関先に灯った明かりが目に入りました。おい、あなた。おもむろに武田さんが足を止めると、家の前に奥さんが出てきて、彼に向けて手を振ったそうです。夫婦になってもう20年以上経ちますが、こんなに遅くなっても笑顔で出迎えてくれるけなげな妻の姿に、武田さんは思わず笑みをこぼしました。悪い、遅くなった。途中で帰れる雰囲気じゃなくてさ。ろれつの怪しい口で詫びながら、奥さんに肩を貸されて我が家に入る武田さん。家に入るなり、傍らにぴったりと付き添われて寝室に向かう。襖を開けると和室の中には布団が敷かれていて、その脇に浅黄色の寝巻きが畳んである、まさに至れり尽くせりでした。奥さんが襖を閉じる。その後ろでは、武田さんの息子が笑顔で、おやすみ、と手を振っていたそうです。今年で高校生になる自慢の一人息子。親思いのいい子に育ってくれたなと思いつつ、武田さんは用意されていた寝巻きに着替えようとしたのですが、どうやら思った以上に酔いが回っていたらしく、あるいは家に着いたことで気が抜けたのか、武田さんは結局着替えることなくそのまま布団に飛び込んでしまいました。そうして寝入り出した武田さんだったが、彼の睡眠は耳障りな電子音に妨げられました。スーツの中の携帯電話がメールを受信したことを告げる通知音を鳴らしたのです。せっかく気持ちよく眠ろうと思っていたところを邪魔立てされて苛立ちながらも、寝ぼけ眼で携帯をいじくり今しがた受信したメールに目を通す武田さん。メールの主は奥さんでした。まだ帰ってこれないの？メールの文面にはそんな文章が踊っている。それを見た武田さんが狐につままれたような顔をしてしまったのは無理のないことでしょう。わざわざ家の前まで出てきて出迎えてくれたのは他でもない彼女自身だというのに。ははあいつ寝ぼけてるんだな。まあ時間ももう遅いし仕方のないことかもしれない。悪いのはこんな時間まで待たせてしまった俺の方か。いつになくトンチンカンなことをしている奥さんのことを微笑ましく思いながら、武田さんはごろんと右に寝返りを打ったそうです。視界に入るのは見慣れた和室の風景。布団以外には何もなくてかなり広い。いつも自分が寝ている住み慣れた部屋と、そこまで考えたところで武田さんはふと思ったそうです。あれ、俺の家に和室なんてないよな。マイホームを買う際、武田さんは和室を欲しがりました。
けれど奥さんが頑なにそれに反対したのです。何でも彼女の実家で畳から大量の虫が湧いたことがあり、それが原因で畳が大嫌いになってしまったのだという話でした。だから自分の家に和室はない。でも自分は今間違いなく和室で寝かされている。これはどういうことだろう。いや、そもそも自分はいつも夫婦共用の寝室で寝ているはずではなかったか。なのに、どうしてこんな部屋で寝かされている？最初は、ただ疑問に思うだけでした。けれど、その疑問が恐怖に形を変えるまで、さほど時間はかかりませんでした。和室の件に続いて、武田さんはもう一つのおかしなことに気づいたからです。我が家に子供はいない。妻はもう何年も不妊の治療をしているが、未だにそれが実を結んだ試しはない。じゃあ、ついさっき、おやすみ、と自分に笑いかけ、手を振っていたあの少年は誰なのか。なぜ自分はあれのことを、今年で高校生になる自慢の一人息子、などと思っていたのか。ゾワゾワゾワ、と背筋が泡立つのがわかりました。何かがおかしい。何か、とてもおかしなことが起きている。すっかり酔いが覚めた武田さんは、畳の上に無造作に投げ捨てたカバンを拾うのも忘れて襖を開け、飛び出しました。布団の隅に添えられたままの寝巻きが一瞬、目に入ったが、よくよく考えるとあんなじじくさい色の寝巻きに見覚えはありません。この家にいたら、まずい。絶対に良くないことになる。幸い、今の電気は消えており、家族は、いや、この家の住人たちは寝ているようでした。玄関の叩きにつくなり靴を履こうとするが、こういう時に限って手間取ってしまいなかなかうまく履けない。焦燥の中、武田さんは自分の背後から迫ってくる、ドン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 、という荒い足音を聞きました。もう靴などどうでもいい。気にしている場合じゃない。わあ、と調子の外れた悲鳴を上げながら外まで飛び出し、扉を閉める。その時一瞬、武田さんは見てしまったそうです。能面のような無表情でこちらに迫ってくる老婆の姿を。武田さんが最愛の妻だと思っていたのは、顔中しわくちゃで、目元に大きなシミのある白髪頭の老婆だったのです。その後、武田さんは幸い無事、家に帰ることができたといいます。しかしカバンを落とし、靴も履かずに帰ってきた武田さんは、奥さんにものすごい剣幕で叱られたらしく、それ以降武田家では飲み会の二次会参加が厳禁となったそうなのですが、それはさておき。後日、昼間に恐る恐るあの家があった場所を訪れてみると、そこには一軒家ではなくごく普通のアパートが建っていたといいます。一応調べてみたものの、特に事故だの自殺だのがあったり、アパートが建つ前に何かあったとかそういう言われもなかったとか。奥さんはこの話を悪酔いの産物、酔っ払いの見た夢だと笑ったらしいですが、武田さんはどうにもそうとは思えないそうです。そんな武田さんには、誰かにこの話をするたび、思うことがあるらしいのです。あの時、和室に敷かれた布団の横に畳んで添えられていた浅黄色の寝巻き。この話をするたび、あのなんてことのない地味な寝巻きのことが頭をよぎるのだそうで。多分だけどさ、俺あの時、寝巻きを着てたら帰ってこれなかったんじゃないかな。そう語ってくれた武田さんは、今も家が現れた団地に住み続けているようです。夜には行くなよ。
私は和歌山県和歌山市に住んでいる40代の男性です。ずっとこちらに住んでいるため、心霊スポット関連の情報はいろいろと耳にしました。若い頃は好奇心が勝ったり、女性と一緒に出かけてみたりしたものです。幸い心霊現象などにも合わず、所詮噂だけで、なんてことないな、と感じていました。でも、ある場所へ行ってから、その考えは変わったんです。そこへなぜ行ったか、そこはどこか、といった体験をご紹介しますね。これは今から15年ほど前で、私が30歳ぐらいの体験です。この頃私には交際中の彼女がおり、彼女は和歌山県橋本市在住の19歳でした。高校卒業してからは私の家へお泊まりする機会も増え、夜中にどこか連れて行ってほしい、と言われることが多くなりました。最初は夜景スポットへ連れて行ってあげていたんですけど、そのうち連れて行く夜景スポットもなくなってしまいます。もう近辺の夜景スポットは行き尽くしたなぁと彼女に伝えると、彼女から心霊スポットへ行ってみたい、とお願いされました。まあ彼女は若いですし、好奇心旺盛です。それに和歌山市在住ではないので、和歌山市にはどういうところがあるんだろう、と気になったのでしょうね。そこで、お泊まりするたびに、心霊スポットに連れて行ったというわけです。そして、行って後悔することとなった、和歌山市の加田にある瀬戸内海国立公園へ行ってみました。実は私も、ここへ出かけるのは初めてでした。というのも、友人から夜ここへ来るのは、やめた方が良いと言われていたからです。その友人は私のドライブ仲間で、高校卒業して車を購入してからはよく深夜ドライブをしていました。和歌山県内はだいたいこの友人とドライブし尽くしたのですが、ここだけは友人から止められたんですよね。友人曰く、連れが旧華村紀州加田で働いているんだけど、そこだけはマジでやめとけ、と言われたんだそうです。おそらく友人は、連れから詳しい事情を聞いていたから強く私を止めたのだと思いますが、なぜか、ということは話してくれませんでした。詳しく教えてもらえなかったので、友人が止めてるけどありがちな心霊スポットだろうなと高をくくってたんですよね。友人から止められて、行ったことはないし、彼女は心霊スポットに行きたがっている。なら、連れて行ったらちょうどいいんじゃないかと思って、彼女を連れて瀬戸内海国立公園へと向かいました。自宅から車で30分ほどで、瀬戸内海国立公園手前の駐車場へ到着します。深夜1時だったこともあり、他に車は止まっていません。人気がないから、人目を気にせずイチャイチャできるねなんてバカ話をしながら、瀬戸内海国立公園へ向かって歩いていきます。月が出ていたのでそこまで暗くはなく、ガラケーのライトでも十分歩いていけました。現地へ到着すると、ものすごく雰囲気のある場所でした。周りはレンガ造りの建物ばかり。天空の城ラピュタに出てくるような建物でした。ここは第二次世界大戦時に要塞として築かれたそうです。昔はここに大勢の兵士が詰めており、大砲なども設置されていたとのこと。このあたりの情報は後から知ったのですけど、この時はただただ不気味。今のように廃墟ブームなんてない頃でしたし、確かにここはヤバそうな場所だと実感しました。レンガ造りの要塞跡を見た時、ゾクゾクっとくるものがありました。彼女の顔も引きつっていましたから、おそらく彼女も感じるものがあったのだと思います。ここで引き返しておけばよかったのですが、
私と彼女はここまで来て引き返せない、ということで奥へと進んでいきます。そして、レンガ造りの建物を見渡しながら歩いていくんですけど、ひときわやばい感のある場所を見つけました。その建物内には大きな室内が一つあるだけで、他は何もなくガラーンとしています。そして向かい側は窓のようになっていました。これまで以上に寒気を感じます。これはやばいかも、と思って部屋から出ようとし、彼女の手を持って外へ出ようとしました。すると、彼女が部屋の奥にある窓側を見て固まっています。どうした?と尋ねると彼女は我に返ったものの、ものすごく怯えているんです。ここから彼女の様子は急変し、大丈夫?と尋ねてもうなずくだけで声に出して返事はしてくれません。これは早急にここから出た方が良いなと感じ、探索途中でしたが撤退を決めました。もうここから出ようかと伝えると彼女はうなずき、私にひしっとしがみつきながら一緒に歩きました。しかしその時も彼女の様子は少々おかしいんですよね。何かに怯えているというか。とりあえず瀬戸内海国立公園を抜け出し、駐車場まで戻ってきました。車内に入ると彼女は落ち着いたようで、彼女がレンガ造りの建物内で見たことについて話し出しました。到着時の印象は私と同じような感じだったようです。レンガ造りの建物ばかりで雰囲気があるなあぐらいの。そして私と一緒に歩いているうち、レンガ造りの建物内に入りました。ここがやばかったのだそうです。入り口の反対側は窓になっていたのですが、その窓から外を覗くような感じで、軍服を着た男性兵士の姿が見えたそう。まるで旧日本軍兵士のような感じだったそうです。こちらに気づくこともなく、ただ外を見つめているというか見張っているような感じだったそうです。こんな時間に人が、まして兵士がいるなんてことはありません。これはまずいところへ来てしまった、と彼女は感じ、硬直していました。そんな時に私から声をかけられて我に返ったものの、声を出して返事をすると兵士に気づかれそうだと恐怖したそうです。だから私が話しかけても返事をしなかったと言われました。そして恐怖はまだ続きます。私と一緒に戻ることになったものの、先ほど通ってきた通路の状態も変だったそう。レンガ造りの建物と建物の間に通路があるんですけど、そこに先ほど見た旧日本兵と同じ姿をした兵士が通路に座っていたり、窓から私たちの様子を伺っていたようです。話をして兵士に気取られたら嫌ですし、戻っている最中も声を出さなかったそうでした。瀬戸内海国立公園を出てからは旧日本兵の姿は見えなくなりましたし、車に帰ってきたという安心感から落ち着きを取り戻して、事情を話せるまで回復したと教えてくれました。私は寒気を感じたものの、そこまでは見えていなかったので驚いていると、彼女の表情が変わります。彼女は怯えた顔つきで私の方を、いえ、私の後方を見つめていました。彼女は小さく、震えた声で、後ろ、今、後ろにいる。このまま車を出して。とお願いしてきます。彼女の話し方と表情から、いたずらではないと感じ、言われるがまま、エンジンをかけて車を走らせました。そこから一般道へ出るまで彼女はずっとガタガタと震えていたので、もしかして外にいた?と聞いてみました。すると、彼女は声を出さずに、うなずくだけ。さっきも姿を見かけた時は声を出していないと言ってましたし、もしかしてまだ追いかけてきているのかも、
と感じながら車を走らせました。往復4車線で車の交通量が多くて明るい道路まで出ると、彼女は落ち着きを取り戻します。私の想像通り、旧日本兵の姿をした兵隊がいたそうです。しかも、後部座席に。これを聞いたときは、心臓が飛び出るぐらい驚きました。彼女から、もういないから大丈夫と言われましたけど、本当に落ち着かなかったですね。これで終わってくれればよかったのですけど、まだ続きました。このまま自宅へ戻るのも怖いし、途中でファミレスへ立ち寄ることにしたのです。この頃のファミレスは24時間営業をしていますし、夜中でも週末ならそれなりにお客さんも入っていて賑やかでした。人がいて明るい、イコール安全というわけではありませんが、こういうところに来ると安心するんですよね。席に座っていると、スタッフがなぜかお水とおしぼりを3人分持ってきました。ここで彼女も私も固まります。そう、おそらくスタッフには私たち2人、プラスついてきた何かが見えたのでしょう。ここまで来たから安全だと思っていましたが、大間違いでした。私も彼女も瞬時にこのことを悟り、青ざめました。結局お店ではドリンクだけをオーダーしてすぐに飲み干して退店。コンビニで塩を購入し、清めの塩代わりに使用しました。これが効いたのか、それから妙な現象は起きていません。でもそれ以降、彼女から心霊スポットへ連れて行ってと言われることはなくなりましたし、私自身も行かなくなりました。昔友人から行くなと言われましたけど、本当にやばかったから止めてくれていたんだな。忠告を守っておけばよかったと後悔しました。湖に呼び込む不思議な光。友人から聞いた話ですが、聞いた後に怖くて、湖畔ではキャンプはしたくなくなりました。夏の終わりの頃、友人2名と3人で湖畔のキャンプ場に行ったそうです。キャンプ場には車で向かい、予定通りに到着し、テントも無事設営し、問題なく夕食も食べ終わりました。寝るにはまだ時間もあったため、焚き火を前に3人で雑談していたそうです。その湖は時々自殺する人もいる、知る人ぞ知る自殺の名所でしたが、その時は3人ともそのことは知りませんでした。3人が焚き火を前に座りながら話をしていると、湖の向こう岸でも明かりが見えていました。その湖畔にはいくつかキャンプ場が点在しているため、きっと向こう岸でもキャンプをしているんだろうと、気にも留めず3人は話をしていました。すると、向こう岸で焚き火をしていると思われた光が徐々に大きくなっているように見え、そのうち3人とも話よりもその光が気になり始めました。よく見ると、光は大きくなっているというより、3人に近づいていることに気づきました。ボートの速度にしてはあまりにも速いため、なんだかわからないでいると、あっという間に3人の前まで来て、3人ともその光に飲み込まれるような感覚だったそうです。気づいてからは一瞬の出来事だったようです。友人は光が近づく少し前にタバコを吸い始めていたのに、光が過ぎ去って人差し指と中指で持っていたタバコの火が手に当たって熱くて手を振り払い、タバコを落としました。しかし、おかしいのは、タバコが一瞬で減ったことではなく、友人は湖に膝まで浸かって立っていたことでした。タバコの火で意識が戻ったようで、他の友人2名を見ると、2人とも湖に向かってゆっくり歩いていました。
一人は腰近くまで入っており、それでもゆっくりとした足取りで湖に向かって歩いていました。友人は急いでその友人たちのところに向かい、頬を叩いて意識を取り戻させたそうです。二人ともなぜ自分たちが湖に入っているのかわからないようでしたが、友人がタバコを吸っていなかったら、おそらくそのまま湖に向かって歩いていたと思います。湖は大人の胸くらいまで行くと急に深くなっているため、そのまま歩いていたら溺れる可能性も非常に高かったと思います。その湖はそこに藻や木が多くあるため、自殺される方もなかなか湖上には上がってこないらしいです。三人はその後恐ろしくなり、急いでテントを畳みその夜にキャンプをやめて帰ったそうです。霊感のある方は、その湖には間違ってもキャンプはしないそうです。